て七癖というように誰でも癖は持っているものだが、水島の癖はまた一風変わっていた。それはあなたにお話しても、おそらくは信じてくれないだろうと思うが、その癖は、息を止める、ということなのである。私もはじめ友人から聞いたときは冗談かと信じなかったが、一日彼の家に遊びに行ったときに、笑いながら聞いてみると、彼はすこぶる真面目で、それを肯定するのである。私も不思議に思って、どうしてそんなことをするのかと聞いてみたが、彼は首を振るばかりで、なかなか話してくれなかった。しかし話してくれないとなお聞きたくなるものであるし、またあまり変なことなので好奇心に駆られた私は、どこまでもうるさく追求したので、水島もとうとう笑いながら話してくれた。その話はね、誰でもうるさく聞くんだ。そのくせみんな途中でバカらしいと笑ってしまうんだ。それで僕もあまり話したくないんだ。まあ話を聞くよりは自分でちょっと息を止めてみたまえ。初めの2、30秒は何でもないかもしれないが、しまいになるとこめかみのあたりの脈管の拍動が頭の芯まで響いてくる。胸の中は空っぽになってワクワクとこみ上げるようになる。つい、たまらなくなって、はーと大きく息を吸うと胸の中の汚いものがすっかり吐き出されたようにすがすがしい気持ちになって、虐げられた心臓は嬉しそうに生まれ変わったような新しい力でドキンドキンと動き出す。僕はその胸のワクワクする快感がたまらなく好きなのだ。はーと大きく息する時の気持ち。心よい心臓の響き。僕はこれらの快感を味わうためには何者も惜しくないと思っている。水島はそう言って、この妙な話を私が真面目に聞いているかどうかを確かめるように、私の顔を見てから、また話を続けた。しかし、近頃一つ心配なことが起こってきたのだ。よくアヘン中毒者、いやそんな例を取らなくてもいい。タバコ飲みでも酒飲みでも、などが初めのうちはこんなものが、と思ってそれを続けていくうちには、いつしかそれが恍惚の夢をもたらすのだ。こう習慣になってくると今度はその吸引量を増さなければ満足しなくなる。福幾たる幻を追うことができなくなる。それと同じに僕も最初のうちは4、50秒から1分もすると全身がうずうずして、言い知れぬ快感に身をもだえたものなのに、それがこの頃は5分になり、10分になり、今では15分以上も息を止めていても平気なのだ。だけど僕は少しも恐れていない。この素晴らしい快感のためには僕の命くらいはあまりに小さいものだ。それに海女なども、やはり必要上の練習から、随分長く海に潜っていられるということも聞いているからね。海女といえばどうして彼女らはあの旋律的ななりわいに満足しているのだろうか。僕はやはりあの船べりにもたれて大きく息する時の快感が潜在的にあるためだと思うね。水島はそう言って、また私の顔を覗くようにして笑った。しかし私はまだそれが信じられなかった。息を止めてその快感を味わう。私はそれがとてつもない大嘘のように思われたり、本当かもしれないという気もした。その上、15分以上も息を止めて平気だというのだから、水島は私の信じられないような様子を見てか、子供にでも言うように、君は嘘だと思うんだね。そりゃ誰だってすぐには信じられないだろうさ。嘘か本当か今実験してみようじゃないか。私はぼんやりしていたが、水島はそんなことにお構いなく、さあ、時計でも見てくれたまえ。こう言うと彼は椅子に深々と腰をかけ直した。彼がこう無造作にしてくると、私にもまた持ち前の好奇心が動き始めた。ちょっと、今3時38分だからもう2分してきっちり40分からにしよう。と言うと水島は相変わらず無造作に、と軽く言ったきり目をつぶっている。こうなると私の好奇心はもう抑えきれなくなってしまった。よーし、40分だ。私は胸を躍らせながら言った。水島はそれと同時に大きく息を吸い込んでいたずらっ子のように目をパチパチしてみせた。私は15分間やっとこらえた。私は不安になってきたのである。耐えられない沈黙と重苦しい雰囲気が部屋いっぱいに覆いかかっている。墓石のような顔色をした彼の額には青黒い静脈が真田虫のようにうねって、高く突き出た頬骨の下の青白いくぼみには死の影が浮動している。私はこのホラー穴のような空虚に耐えられなくなった。そして追い立てられるように椅子から立つと彼に近寄って、
ちょうど取り合わせた人丹の容器についている鏡を取り出すと、よく検視がするようにそれを口元に近づけてみた。やはり鏡は曇らない。彼は完全に呼吸をしてないのだ。私は押し戻されるように椅子に帰って腰をかけ直した。4時。もう20分も経った。その瞬間、不吉な想像が後頭部に激しい痛みを残して通り過ぎた。彼は自殺したのではないかしら。日頃変わり者で通っている彼のことだ。自殺するにことを書いて、親しい友人の私の面前で一生に一度の大きな芝居をしながら死んでいこうとしているのではないだろうか。死の道のりを見つめている。そんな不吉な幻が私に軽いめまいを感ぜしめた。彼の顔は不自然に歪んできた。歪んだ方は引きつけたように震えた。私は自分を落ち着けるために精一杯の努力をした。しかしついにはこの重苦しい雰囲気の重圧には耐えられなくなってしまった。そうして死の痙攣、断末魔の苦悶、そんな妙な形容詞が脳裏に浮かんだ瞬間、私は腰掛けていた椅子を跳ねのけて彼を抱き起こし、力いっぱい揺すぶって目を覚まさせようと大声で水島の名を呼んでいたのだった。私のこの強靭じみた動作が功を奏してか、彼の青白い顔には次第に血の気が現れてきた。しかしそうして少しの後、口が聞けるようになるとすぐ干からびた声で、ダメだな君は。今やっと最後の快感に入り始めたのに。そう言って力のない瞳で私を見つめるのだった。けれど私は水島にそう言われながらも、なんとなく安心したような気持ちになって、彼の言葉を淡く聞いていたのである。私はあの息を止めるという不可能な実験の後、私の好奇心は急に水島に興味を覚えて、暇を見ては彼の家に遊びに行くのが、いつからとはなく例になっていた。ところがある日、いつもの通り水島を訪れると、ちょうどまた彼があの不可思議な眠りをしているところに行き合った。今見た彼の様子はいかにも幸福そうな、物静かな寝顔であった。この前は初めてのことなので、無意識の不安が彼の顔に死の連想を見せたのかもしれない。私はこの前のように慌てて起こして機嫌を悪くされてもつまらぬから、そっとそのままにして見ていると、しばらくして彼は目を覚ました。そうして20分も息を止めている間の奇怪な幻覚を話してくれたのである。それがどんな怪しい話であったか。僕が息を止めている間にさまざまな幻の世界を奉公するというと、さも大嘘のように思うだろうが、まあ聞いてくれたまえ。例えばこの息を止めるということに一番近い状態は、外界からの一切の刺激を断った眠りという状態だ。この不可思議な状態は全ての人々があまりにも多く経験するので、それについて少しでも深く考えようとしないのは随分軽率だということができる。君、この眠りの中にどんな知られぬ世界がうごめいていることか。そしてまた君はしばしば寝ている間にどうしても解けなかった試験問題の解を得たり、あるいは素晴らしい小説の筋を思いついたりして、いわゆる霊感を感じるというようなことを聞いたり、あるいは君自身も経験したことがあると思う。それというのも皆この第二次以上の空間を覗き見してきたに過ぎないのだ。ところが君、この眠りにもいまだ現世との連絡がある。それは呼吸だ。それがあるために人々はまだ幻の世界に遊ぶことができないのだ。しかし僕はその唯一の連絡を切断してしまったのだ。人は皆胎児の間に一度は必ずこれらの幻の世界に遊び、そうしてその途上に何か収穫のあったものが生を受けてから、この現実の世界において学者となり、芸術家となり、または犯罪者となるのだ。幻の世界は一つではない。清澄な死の国もあれば、陰惨な犯罪の国もある。昔、仏教は教えた。次の世界に極楽と地獄のあることを。それを思い合わせてみると、この地獄極楽を教えた者もあるいは僕のごとくこの幻の世界の奉公者であったかもしれない。Ha ha 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 ha.